こんにちは、マリです。朝一番にチョコ味のパンを焼きました。だけど今日の動画はパン作りじゃないんですよ。冬はあったかいものが食べたいじゃないですか。だから15分ぐらいで作れる熱々のパスタやほかほかのワンプレートご飯、それと節分に食べる恵方巻きも作りましょう。そうそう、悩みの種だったキッチンのゴミ箱問題も解決しそうです。ゴミ箱をリメイクしている合間に世界で一番簡単なアップルパイを作っておやつにしますよ。それではどうぞご覧ください。朝ごはんのサラダの野菜をベランダに取りに行きました。秋に植えたベビーリーフがまだまだ元気です。1人分のサラダにちょうどいい量なんですよ。本当に便利で家計も大助かりです。朝ごはんはパスタにします。せいろで作るパスタです。パスタソースは使いませんよ。それでも10分ぐらいで作れるんです。今日のパスタはコンキリエ、貝殻の形のパスタです。食いしん坊なので食べ過ぎないように測ってます。1人分だから 100g、 女性にしてはちょっと多いですかね。蒸し器のお湯でパスタを茹でますよ。茹で時間は10分。お皿に玉ねぎ麹、これは顆粒のブイヨンやコンソメを使ってもいいですね。解凍したシーフードミックス、ドライトマトがあったらぜひ入れてみてください。味がワンランクアップします。あとは黒胡椒とガーリックパウダー、パスタが茹で上がるまで8分ぐらい蒸しますよ。蒸してる間にサラダを作りましょう。と言っても野菜をドレッシングで和えるだけです。茹で上がったパスタをお皿に入れてよーくかき混ぜれば出来上がりです。簡単ですね。削りたてのパルミジャーノを振りかければさらにワンランクアップです。いただきます。ちょっと下から。パスタの茹で時間だけで完成したとは思えないような朝ごはん、とっても美味しいです。もうパスタソースは買わなくていいですね。
朝早くに焼いたチョコレートのパンがおやつになりました。クグロフ型で焼くとどんなパンでもどんなお菓子でもべっぴんさんになるんですよ。取れた。2月のバレンタインデーを意識してチョコとナッツをたっぷり入れました。美味しそう。いただきます。美味しそうだな。パン生地はさほど甘くなくて、ほろ苦くて甘いチョコに歯ごたえのいいナッツ。大人のチョコレートパンです。作ってよかったです。お昼ご飯は恵方巻きです。まずはご飯を炊きましょう。2合のお米にお水は少なめ。キリッと引き締まった寿司飯を目指します。具の卵焼きはフライパンはやめにしてオーブンで焼いてみましょう。18センチの四角い型にクッキングシートを敷きます。お菓子を作るわけじゃないので、型の大きさは多少違っても大丈夫。クッキングシートが浮かないように水を霧吹きしましたよ。卵焼きって言ったけど、実はこれ伊達巻きの作り方と同じです。甘くてふわっとした伊達巻きは太巻きの具にしても美味しいんですよ。はんぺんに卵、お砂糖、みりん、お塩を入れます。はんぺんの塊が残らないようにしっかり攪拌して型に流して焼くだけです。我が家のオーブンなら190度で15分。焼いてる間にすし酢を作りましょう。すし酢って結構お砂糖が入るんですよね。我が家は関東風の寿司飯なので、それでもお砂糖は少なめです。恵方巻きは関西がルーツだからお砂糖が多めの寿司飯の方がいいかもしれないですね。なんてね、毎年同じことを思ってます。どちらでも自分が慣れてる味、自分が好きな味の寿司飯を使ってくださいね。ご飯にすし酢を混ぜて、私はね、ここで白ごまをたっぷり入れちゃうんです。プチプチした食感が大好きなんですよ。綺麗な伊達巻きが焼けました。伊達巻きを冷ましてる間にお味噌汁を作っちゃいますね。お味
味噌は自家製、去年仕込んだ手前味噌です。恵方巻きの具は毎年変えてます。今日はね、カリフォルニアロール風です。アボカドはいつもドキドキします。くじを引く気分。さあ、今日は当たりでしょうか、それとも外れでしょうか。おお、大当たりです。ちょうど食べ頃の綺麗なアボカド。よかったです。お刺身はね、一晩塩麹につけました。当日中に食べられないお刺身は必ず漬けにするようにしてるんです。生魚ですからね、冷蔵庫を信じすぎずに、何はともあれ早めに食べるようにしてます。ご飯粒が潰れないようにそっと滑らすように広げて、寿司飯の中央にしその葉、お刺身、卵、もう一種類のお刺身、チーズ、アボカド、手前のご飯と海苔を向こうのご飯の端めがけて一気に持っていきますよ。ためらわず一気にぐいっと潔くですね。梅干しを作った時の副産物、ゆかりが冷蔵庫にありました。合いますかね。振りかけて味を確かめてみましょう。はい、ためらわず潔く、最後にクッと一押さえ。いい感じに巻けました。本当は恵方巻きはこのまま食べるんですよね。ごめんなさい。食べにくいから半分に切りますね。綺麗な切り口を眺めるのも好きなんです。節分に恵方巻きを食べる意味は諸説ありますが、東京生まれの私は季節を感じさせる割と新しい行事と捉えてますよ。今年の恵方は西南西、この辺りですかね。春を迎える前日に神様がいる方角を向いて巻き寿司をいただけば福が来る。そう考えればなんとなくウキウキするし、季節の節目を実感できて楽しいですからね。私の庭も少しだけ春めいてきましたよ。冬の花のビオラやパンジー、金魚草もきれいに咲いてます。水仙のつぼみが膨らんで花が咲きました。そばを通るとふわっと甘い香りが漂います。スノーフレークの芽も出てきました。あと一月もすれば真っ白い小さな花がたくさん咲きますよ。春が楽しみです。さあ、一夜明けて翌日です。朝ごはんはやっぱりせいろで蒸し料理です。ワンプレートご飯を作りますよ。
野菜を切ってせいろに入れて、なめことお豆腐は豆乳スープになります。これにもだしとして玉ねぎ麹を使ってます。冷凍しておいたハンバーグ、生の卵を端っこに置いて、冷凍しておいたパンも一緒に蒸しちゃいます。野菜に軽く火が通って冷凍おかずが温まればいいので、蒸す時間は10分ぐらいですね。簡単なワンプレートご飯だから他にやることはありません。お片付けでもしてましょう。蒸せました。味付けは好みの調味料でご自由にそんな感じです。いただきます。スープの器は熱々なので先に取り出しておかないとね。ハンバーグはね、まとめて5、6個作って冷凍してます。簡単な料理はその場で作るけど、手のかかる料理、例えばハンバーグとか餃子、そういったものはね、だいたいまとめて作って冷凍してるんです。蒸し器で温めたパンはトースターとは違った食感を楽しめます。ふわふわでちょっともちっとしてて美味しいです。卵は蒸した後、冷水で冷やしましたよ。10分蒸すと本当にちょうどいい固茹でです。茹でてないけど固茹でですね。ごちそうさまでした。そう、キッチンのゴミ箱問題がありましたね。いろいろな容器をゴミ箱に使ってみました。それで一番使いやすかったのがこれ。その昔、母がぬか漬けを作ってたホーローの容器です。50年ぐらい前のものかもしれません。それを考えると、私が断捨離が苦手なのは母譲りかもしれませんね。親子って変なところが似ちゃいます。蓋は空気穴が開いているので、ゴミ箱には使えません。ラベルには昭和を感じさせるイラストが描かれてたみたいだけど、これはきれいにしましょう。よーく洗ってすっきりしました。淡い緑色はレトロで素敵だけど、我が家のキッチンのテーマカラー木目、黒、シルバーには似合わないのが残念です。塗り替えることにします。ホーローはガラス素材で色を塗るのは難しいかなと思ったんですけどね。今はガラスに塗れる塗料があるんですね。びっくりしました。新しいゴミ箱を買ってきてたら、こんな塗料があることを知らずにいるところでした。
世の中の進歩が知れる手作りはやっぱり素晴らしい。勉強になります。まずは下地材のプライマーを塗りました。一晩しっかり乾かしましたよ。塗るのは外側だけなのでテープで養生しましょう。メラミンスポンジで黒い塗料を塗り広げていきますよ。工作みたいで楽しいです。細かいところもしっかり塗りますよ。この塗料はアイアンペイントといって鉄のような質感に仕上がります。多少の塗りムラやデコボコがあってもそれらしく仕上がるから気が楽です。1度目が塗り終わりました。乾いたらもう一度塗ります。おやつを食べながら乾くのを待ちましょう。こんな時には一番簡単なアップルパイを作りますよ。先月折った折りパイがまだたくさん残ってるからアップルパイが好きな時に食べられるんです。幸せですね。天板にオーブンシートを敷いてお砂糖、バター、シナモン、試しに半分は粉チーズ入りにしてみましょう。どんな味になるかな。リンゴをキュッと倒して乗せて、パイシートはリンゴが隠れる大きさです。パイ生地を乗せたら190度のオーブンで15分から20分ぐらい。こんがりするまで焼きました。天板の上でカラメリゼされたリンゴ、ふっくらしたパイ、隙間時間のおやつにちょうどいいアップルパイが焼けました。いただきます。そういえば昨日も今日も食べてばかりの2日間ですね。ダイエットは明日からかな。塗料がちょうど乾きました。2度目は薄いところや元の色が見えてるところを重点的に塗れば良さそうですね。乾いてから布で磨くといいそうですよ。細めの紙やすりで磨くとさらに鉄っぽくなるみたいです。でも今回私はそこまではしませんけどね。さあ実際にキッチンに置いてみたらどんな感じでしょう。
長い動画を最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画でまたお目にかかれますように。